1991年、日本の株価は史上最高値からの転落を始めていた。浮かれた空気は消え、失われた30年と呼ばれる長い停滞が静かに始まろうとしていた。だがこの物語の始まりはそこからさらに60年前に遡る。満州の荒野で鳴り響いた一発の爆薬。そこから日本は世界を敵に回す戦争へと突き進み、焼け野原になった。なぜこの国はそこからわずかに10年足らずで世界第2位の経済大国に這い上がり、そして再びその頂点から転落することになったのか。満州事変からバブル崩壊まで、昭和という時代が繰り返した転落と再生の全貌をこれから一本の物語としてお届けする。1931年、日本という国家の進む道が大きく変わった。だがその決定的な選択を下したのが東京の政府でも天皇でもなかったとしたら、あなたは信じられるだろうか。決めたのは満州に駐留していたわずか1万人余りの一部隊、関東軍だった。政府の方針にも閣議決定にも従わず、この一部隊は独断で軍事行動を起こしていく。なぜたった一つの部隊の判断に政府も国家全体もが引きずられていったのか。そしてこの選択はなぜ日本を世界からの孤立へと追い込んでいったのか。その満州事変の謎に迫っていく。今回は満州事変を3つの謎で解き明かしていく。第1の謎、柳条湖事件の真相。なぜ日本軍は自作自演の爆破事件を起こしたのか。第2の謎、止められなかった政府。なぜ日本政府は現地軍の暴走を抑えることができなかったのか。第3の謎、世界を敵に回した孤立。なぜ日本は国際社会の矛すべてを敵に回してまで突き進んだのか。順番に見ていこう。まず第1の謎、柳条湖事件の真相について。満州に駐留する日本軍、関東軍の中には、満州全土を武力で日本の支配下に置くべきだと考える将校たちがいた。その中心にいたのが参謀の板垣清四郎と石原莞爾だった。石原莞爾はいずれ日本とアメリカが世界の覇権をかけて激突する最終戦争が訪れると信じ、その前に摩耗を確保し、総力戦に耐えうる資源基盤を築くべきだと主張していた。二人は南満州鉄道の線路を自らの手で爆破し、それを中国側の犯行に見せかける計画を立てた。実行を担当したのは独立守備隊の中尉川本末盛だった。1931年9月18日午後10時過ぎ、奉天郊外の柳条湖で線路の一部が爆破された。爆破の規模はごくわずかで、実際にはその直後、現場を列車が問題なく通過できるほどのものだった。それにもかかわらず関東軍は、これを中国軍の攻撃だと即座に発表し、あらかじめ用意していた計画通りに奉天への攻撃を開始した。二人にとって目の前の軍事行動は単なる暴走ではなく、来るべき大戦への布石だったのだ。事件はもとより軍事行動そのものが周到に仕組まれたシナリオだったのだ。続いて第2の謎、止められなかった政府について。事件の一報を受けた東京の若槻礼次郎内閣は、これ以上の軍事行動の拡大は認めないという方針を閣議決定した。しかし、この決定に従う気は現地の関東軍には全くなかった。関東軍は政府の方針を無視し、独断で戦線をさらに拡大、南満州の主要都市を次々と占領していった。軍の最高指揮権である統帥権は、政府ではなく天皇に直属するという論理を盾に、軍部は独走を正当化したのだ。これは以前の動画で見た統帥権干犯問題と目を同じくする構造だった。政党内閣は軍を統制する実質的な力をすでに失っていた。既成事実を突きつけられた政府に残された道は
後を入れの追認しかなかった。深く大方針を貫けなかった若槻内閣は、1931年12月、総辞職に追い込まれる。後任の総理大臣に就いたのは、あの犬養毅だった。だが犬養もまた、すでに勢いのついた軍の独走を止めることはできなかった。関東軍は、占領した満州の地に、清朝最後の皇帝、愛新覚羅溥儀を担ぎ出した。1932年3月、満州国の建国が宣言される。満州国の元首となった溥儀は、当初執政という肩書きを与えられ、後に皇帝として即位することになる。表向きは独立国家だったが、実権を握っていたのは、あくまで関東軍だった。政府がブレーキを踏もうとした瞬間には、もう現地の軍事行動は、誰に求められないところまで進んでいたのだ。そして第三の謎、世界を敵に回した孤立について、満州国の実態を疑った国際連盟は、実情を調査するため、イギリスのリットン伯爵を団長とする調査団を現地へ派遣した。当初、国際社会の一部には日本の立場に理解を示す声もあった。しかし調査が進むにつれ、事件の不自然さが次第に明らかになっていった。1932年10月にまとめられたリットン報告書は、日本の軍事行動を自衛権の行使とは認めず、満州国も現地住民の自発的な独立とは言えないと結論付けた。この報告書は同時に、日本が満州に持つ既得権益にも一定の配慮があり、全面的に日本を断罪する内容ではなかった。翌1933年2月、国際連盟の総会は、この報告書に基づく勧告案を採決にかけた。結果は賛成42、反対はただ1国、日本のみだった。日本代表の松岡洋右は、演説の後、議場を後にして退場した。この松岡洋右は、後に外務大臣として日独伊三国同盟の締結を主導し、日本をさらに深い孤立と対米開戦への道へと導いていく人物である。そして同年3月、日本は正式に国際連盟からの脱退を通告する。かつて世界の大国の一員として認められた日本は、自ら国際社会との協調の道を断ち切ったのだ。この孤立への道は、この後の日本をより深い戦争へと引きずり込んでいくことになる。改めて整理してみよう。日本はなぜ大陸へと踏み込んでいったのか。第一の謎、柳条湖事件の真相は、関東軍の一部将校による周到に計画された自作自演の謀略だった。第二の謎、止められなかった政府は、統帥権という論理の壁の前で、政党内閣がすでに軍を制御する力を失っていたという現実だった。第三の謎、世界を敵に回した孤立は、リットン報告書の否定的な結論を受け入れられず、国際連盟脱退という道を自ら選んだ結果だった。皮肉にも、大陸で得た権益を守ろうとした行動が、結果として国際社会全体を敵に回すことになったのだ。満州事変は、日本が大陸に広大な権益を手にした出来事であると同時に、軍部の暴走を誰も止められないという危険な前例を作った事件でもあった。そしてこの前例は、この後の日本を後戻りのできない道へと推し進めていくことになる。今日のまとめをしておこう。関東軍が仕組んだ一つの謀略、それを通認するしかなかった政府、そして国際社会からの孤立化。この3つが重なり合い、日本は後戻りのできない道を歩み始めた。満州事変という選択をあなたはどう見るだろうか。必然だったのか、それとも避けられた過ちだったのか。満州事変をきっかけに、日本は国際連盟を脱退し、世界からの孤立を自ら深めていった。それから10年。孤立を深めた日本が最終的に踏み出した先は、世界最大の大国、アメリカとの全面戦争だった。1941年12月8日、
日本時間の未明、太平洋の彼方ハワイ真珠湾で日本軍による奇襲攻撃が始まった。この作戦を立案し指揮したのは連合艦隊司令長官山本五十六だが、この山本という男はアメリカとの戦争に誰よりも強く反対していた人物だった。アメリカの国力を知り尽くし勝てないと分かっていながら、なぜ彼はこの作戦を実行したのか。そして日本はなぜアメリカという超大国に宣戦布告するという道を選んだのかと、その太平洋戦争開戦の謎に迫っていく。今日は2つの謎から太平洋戦争開戦の真相に迫っていく。第一の謎、なぜ誰よりもアメリカを知る男が開戦を主導したのか。第二の謎、なぜ日本は勝算が薄いと分かっていながら開戦という道を選んだのかと。この2つを追っていけば教科書だけでは見えてこない開戦の内側が見えてくるはずだ。まず第一の謎、山本五十六とは何者だったのかを見ていこう。山本は新潟県長岡の出身で、日露戦争の日本海海戦にも従軍した経験を持つ軍人だった。青年時代、山本はアメリカのハーバード大学に留学し、その後駐米大使館副部官としてはワシントンに駐在した経験もある。この間に彼はアメリカの巨大な工業力と圧倒的な資源量を自分の目で直接見ていた。また山本は戦艦同士の砲撃戦を主体とする旧来の海軍戦術に対し、航空機の力を重視する航空主鋭論をいち早く唱えていた人物でもあった。だからこそ山本は日独伊三国同盟の締結には海軍内部で最後まで強く反対していた。アメリカを本気で敵に回せば日本に勝ち目はないと考えていたからだ。政府や軍上層部から開戦の可否を問われた際、山本はこういった趣旨のことを語った。半年や1年なら暴れてみせるが、2年3年先の勝敗までは全く確信が持てない。アメリカを最もよく知る男だからこそ、開戦には誰よりも慎重だった。それにもかかわらず、歴史は山本を開戦の指揮官という立場へと押し出していくことになる。続いて第2の謎、日本が開戦へと追い込まれていった経緯について見ていこう。近衛文麿首相の内閣は対米開戦を避けるため水面下でアメリカとの交渉を続けていた。しかし1941年7月、日本が南部仏印、現在のベトナム南部に軍を進駐させると、アメリカは態度を硬化させる。アメリカは日本への石油輸出を全面的に停止した。石油備蓄が限られていた日本にとって、これは時間との戦いの始まりを意味していた。そして同年11月、アメリカのハル国務長官からある文書が日本側に提示される。ハルノートだ。その内容は中国大陸や仏印からの全面撤退など、日本にとって到底受け入れがたいものだった。日本側が最終的に提示していた妥協案、いわゆる公案、乙案はいずれもこの文書によって事実上退けられる形となった。交渉継続を模索していた近衛内閣は行き詰まりの中で総辞職する。後任の首相に就いたのは陸軍大臣だった東条英機だった。そして同年12月1日の御前会議で日本はついにアメリカ・イギリスとの開戦を正式に決定する。開戦が避けられないと悟った山本は大きな賭けに出る。本来日本海軍の伝統的な作戦は太平洋を渡ってくるアメリカ艦隊を日本近海で迎え撃つ揚撃作戦だった。しかし山本はアメリカの物量を考えれば長期戦になれば必ず負けると確信していた。勝機があるとすれば開戦壁頭にアメリカ太平洋艦隊の主力を一気に叩くことだけだと考えたのだ。そこで山本が立案したのがハワイ真珠湾への直接攻撃という前代未聞の作戦だった。海軍内部には
この作戦への反対論も根強かった。しかし山本は、もし採用されなければ自分は連合艦隊司令長官を辞任すると強い覚悟で作戦を押し通した。南雲忠一中将が率いる空母機動部隊は極秘裏に太平洋を横断し、ハワイ沖へと接近していく。そして1941年12月8日未明、日本時間で真珠湾への奇襲攻撃が開始された。戦艦アリゾナをはじめ、アメリカ太平洋艦隊の戦艦の多くが撃沈、あるいは大破し、アメリカ軍だけで2000人を超える死者を出す甚大な被害を与えた。だがこの攻撃には大きな禍根も残ることになる。開戦を通告する外交文書が何らかの手違いにより攻撃開始後にアメリカ側へとどけられてしまったのだ。本来日本側は攻撃直前に宣戦布告を通告する計画だった。しかし結果として真珠湾攻撃は宣戦布告な危機襲としてアメリカ国民に受け止められることになる。これがアメリカ世論を一気に対日参戦へと結束させる決定的なきっかけになった。山本自身が最も恐れていた長期戦への扉をこの日日本は自ら開いてしまったのだ。結論から言おう。太平洋戦争の開戦は一人の天才軍人の暴走ではなく、追い詰められた国家が選んだ一か八かの賭けだった。第一の謎、なぜアメリカを知る男が開戦を主導したのか。答えは山本自身が誰よりも敗北の可能性を理解していたからこそ、短期決戦以外に道はないと判断したという逆説にあった。第二の謎、なぜ勝算が薄いと分かっていながら開戦したのか。答えは石油禁輸という時間切れの圧力とハルノートという外交的な行き詰まりが日本に戦うか屈服するかという二択しか残さなかったことにあった。山本は開戦に反対しながら皮肉にもその開戦を成功させてしまった男として歴史に名を残すことになる。そしてこの真珠湾攻撃は皮肉にも山本が最も恐れていた長期戦への扉を自ら開く結果になった。今日の話をまとめておこう。アメリカを最もよく知っていた山本五十六が皮肉にもその開戦を主導することになった。石油禁輸とハルノートによって追い詰められた日本には開戦以外の選択肢がほとんど残されていなかった。そして真珠湾攻撃は山本が恐れていた長期戦への扉を自ら開く結果となった。あなたはこの開戦の決断は避けられなかったと思うだろうか。それとも別の道はあったと思うだろうか。歴史の見方が少し変わったなら嬉しいです。開戦から数年、初戦の勢いは失われ、戦況は次第に日本に不利な方向へと傾いていく。敗色が濃くなっても日本という国はなぜ戦いをやめることができなかったのか。太平洋戦争の終結をめぐっては歴史学者たちの間で今も意見が分かれている問いがある。日本を降伏に追い込んだのは一体何だったのか。教科書的な定説は原爆投下だ。だが近年の研究ではソ連の対日参戦こそが決定打だったとする説が有力になりつつある。そしてもう一つ、これらとは別の角度から降伏できなかった理由を指摘する説もある。それは玉砕と特攻を生み出した軍部の精神論そのものだ。今日は日本の終戦をめぐる3つの説を検証しながら、日本はなぜあれほど長く降伏という決断を先延ばしにし続けたのか、その真相に迫っていく。今回は3つの説を検証しながら日本の終戦の戦争に迫っていく。第一の説、特攻という戦術はなぜ生まれ、なぜか九代していったのか。第二の説、なぜ日本軍は降伏よりも玉砕を選び続けたのか。第三の説、日本を最終的に降伏させたのは原爆だったのか、それともソ連参戦だったのか。順番に見ていこう。まず第一の説、
特攻という戦術の誕生について、1944年10月、フィリピン方面の戦況悪化を受け、海軍の大西田喜次郎中将は爆弾を搭載した戦闘機による体当たり攻撃を提案する。それまでの航空戦術は爆弾を投下して敵艦を沈める通常の攻撃が基本だった。だが訓練を受けたパイロットも性能の良い航空機も日本にはもはや十分な数が残されていなかった。熟練パイロットを大量に失っていた日本軍にとって命中精度を極限まで高める唯一の方法がパイロット自身を爆弾の一部にすることだった。最初の特攻隊は神風特別攻撃隊と名付けられ、レイテ沖でアメリカ軍の空母に体当たりし大きな戦果を上げたと伝えられた。この戦果が特攻を一時的な非常手段から組織的な戦術へと変えていく。以後陸海軍を問わず特攻は硫黄島、そして沖縄戦へと急速に拡大していった。必ず死ぬことを前提とした作戦がなぜここまで拡大したのか。その背景にはもはや通常戦術では勝てないという軍上層部の追い詰められた計算があった。続いて第2の説、なぜ日本軍は降伏よりも玉砕を選び続けたのか。1943年5月、アリューシャン列島のアッツ島で日本軍守備隊は増援のないまま全滅に至るまで戦い続けた。大本営はこれを玉砕と呼び、悲劇有美談として国内に発表した。この玉砕という言葉は以後の戦いのモデルケースとなっていく。1944年のサイパン島では追い詰められた民間人までのが崖から身を投げるという悲劇が起きた。背景にあったのは1941年に東条英機陸将が自殺した先人訓だ。そこには生きて旅衆の恥ずかしめを受けずという一文があった。捕虜になることは兵士だけでなくその家族にとっても耐え難い恥だとされていた。この価値観は軍だけでなく教育やメディアを通じて国民全体に広く浸透していた。だからこそ現場の指揮官には組織的な降伏という選択肢そのものが事実上存在しなかった。1945年6月、沖縄戦でも日本軍守備隊は組織的抵抗を続けた末に壊滅し、多数の住民が戦闘に巻き込まれて命を落とした。降伏すれば助かる命があると分かっていても、その選択を取ることが許されない空気があったのだ。そして第3の説、日本を最終的に降伏させたのは何だったのかについて、まずは定説とされる原爆投下の影響から見ていこう。1945年8月6日、広島に人類史上初めての原子爆弾が投下された。一瞬にして町は壊滅し、その年のうちに十数万人が犠牲になったとされる。だが驚くべきことに、日本政府の最高戦争指導会議は広島の被害報告を受けてもすぐには動かなかった。新型爆弾の詳細な調査すらまだ終わっていないという判断からだった。8月9日、2発目の原子爆弾が長崎に投下される。それでもなお、軍の強硬派は本土決戦による一撃講和という方針を変えようとはしなかった。つまり原爆だけでは指導部の姿勢を決定的には動かせていなかったのだ。では何が指導部を最終的に動かしたのか。それが長崎への原爆投下とまさに同じ8月9日未明に起きたもう一つの出来事だった。ソ連が日ソ中立条約を破り満州へ侵攻を開始したのだ。日本は和平交渉の仲介役としてソ連に密かな期待を寄せていた。その頼みの綱が完全に断たれた瞬間だった。この日の深夜、御前会議が開かれる。東郷重の利害将らは平派と穴見これ地下陸将ら本土決戦を主張する強硬派の意見は真っ二つに割れたまま対立した。議論が平行線をたどる中、
鈴木貫太郎首相は異例の決断をする。昭和天皇に直接の判断を仰いだのだ。いわゆる聖断によってポツダム宣言の受諾がようやく決定される。だが8月14日深夜、この決定を覆そうとする一部の陸軍将校たちがクーデターを企てた。いわゆる宮城事件だ。クーデターは失敗に終わり、8月15日正午、玉音放送によって国民に終戦が告げられた。クーデターに加わらなかった穴見コレチカは、その未明、滑腹自決を遂げている。最後まで抵抗した男の死は、降伏という決断がいかに重い代償を伴っていたかを物語っていた。結論から言おう。日本の終戦は単一の原因ではなく、外からの二重の衝撃と内側の精神論の崩壊が同時に重なり合った結果だった。第一の説、特攻という戦術は、通常戦術では勝てなくなった軍が、パイロットの命そのものを兵器に変えることで生み出した苦肉の策だった。第二の説、玉砕という選択は、先人訓に象徴される捕虜を恥とする価値観が国民全体に浸透していたことで、組織的な降伏という選択肢そのものを奪っていた。第三の説、原爆とソ連参戦、どちらか一方だけでは指導部を動かしきれなかった。広島への原爆投下だけでは動かなかった指導部を最終的に動かしたのはソ連参戦というもう一つの衝撃だった。降伏という当たり前の選択がこれほどまでに困難だったという事実こそ、この戦争が日本に残した最も重い教訓なのかもしれない。今日のまとめをしておこう。特攻は通常戦術で勝てなくなった軍が生み出した苦肉の戦術だった。玉砕は捕虜を恥とする価値観が降伏という選択肢そのものを社会全体から奪っていた結果だった。そして終戦は原爆とソ連参戦という二重の衝撃が重なって初めて実現したものだった。あなたはこの結末は避けられたと思うだろうか。それとも避けられなかったと思うだろうか。想像を絶する犠牲を払いながら、それでも戦いは終わらせられなかった。だが1945年、ついにその日はやってくる。廃墟の中から日本はどのようにして奇跡と呼ばれる復興を遂げていったのか。1945年8月、日本の主要都市は焼け野原になっていた。家を失い、食べるものにも困る人々が瓦礫の中をさまよっていた。東京だけでもおよそ100万戸の住宅が焼失したと言われている。誰もが日本の復活には何十年もかかると考えていた。だがこの国はそのわずか十数年後に世界有数の経済大国へと駆け上がっていく。なぜこれほど徹底的に破壊された国が短期間で立ち直ることができたのか、その奇跡の復興の裏側に迫っていく。今日は3つの視点から日本の復興への道のりを見ていこう。1945年8月30日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが日本に降り立った。パイプをくわえ、サングラスをかけたその姿は新しい支配者の象徴として映った。多くの日本人の目に焼き付いたであろう。マッカーサーが率いる GA19 連合国軍最高司令官総司令部、東京の第一生命館に本部を置き、日本の統治に当たることになる。GA19 は日本政府を通じて指示を出す間接統治という形をとった。だが実際にはあらゆる分野に強い影響力を持っていた。新聞や放送に対する検閲も行われた。GA19 の占領政策そのものを批判する報道は厳しく制限されていた。だが GA19 がやろうとしていたことは単なる占領にとどまらなかった。彼らは日本という国の仕組みそのものを根本から作り変えようとしていた。その柱となったのがこれから見ていく3つの大改革だ。
GA19 がまず着手したのは、経済の面から軍国主義を支えた仕組みを壊すことだった。三井、三菱、住友、安田といった巨大な財閥は、軍需産業と深く結びついていた。戦争中、これらの財閥は莫大な利益を上げていた。GA19 はこれを軍国主義を支えた経済的な土台だと判断し、財閥解体を命じた。財閥の本社は解体され、株式は分散して売却された。また、同族による経営支配は禁止された。合わせて、戦争を主導したとされる軍人や政治家が公職から追放された。いわゆる公職追放も行われている。この結果、財閥という巨大な組織は姿を消した。代わりに独立した多くの企業が自由に競争する経済の仕組みが生まれた。後にこの独立した企業群の一部が系列という形で緩やかに結びつく。戦後日本を代表する企業グループへと成長していくことになる。2つ目の柱が農地改革だった。戦前の日本では多くの農民が地主から土地を借りて耕していた。いわゆる小作人という立場に置かれていたのだ。収穫の多くを地主に納めなければならず、農村には根深い貧富の差があった。GA19 はこの構造を社会不安の温床だとみなした。地主が持つ農地を政府が強制的に買い上げ、農民に安く売り渡した。これがいわゆる農地改革だ。わずか数年のうちに、全国の農地のおよそ8割が地主から小作人へと渡った。この結果、自分の土地を持つ自作農が一気に増えた。農民たちの生産意欲は大きく高まっていくことになる。後にこの農地改革は世界的に見ても異例の成功例として評価される。3つ目の柱が政治の仕組みそのものの作り替えだった。GA19 は天皇に強い権力を集中させてきた戦前の体制を見直した。1946年、日本国憲法の草案作りを主導する。この時の首相司で原木十郎はGA19の案を受け入れた。翌年に成立した内閣では、吉田茂が新しい国づくりを引き継いでいく。新しい憲法では、天皇は国の統治者ではなく省庁と位置づけられた。同じ年、昭和天皇自身も自らが神ではなく人間であると明らかにした。いわゆる人間宣言だ。さらに憲法には、国民主権と基本的人権の尊重が盛り込まれた。そして戦争放棄という3つの原則も盛り込まれた。女性の参政権もこの時初めて認められることになった。同じ時期、東京では極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判も開かれていた。戦争を指導した責任が法廷で追及されていた。財閥解体、農地改革、そして新しい憲法。この3つの改革によって日本の骨組みはわずか数年で大きく作り変えられた。ここまで見てきた GA19 の改革だけでは実は説明しきれないことがある。日本の急速な復興の理由だ。もう一つの決定的な転機、それは1950年に始まった朝鮮戦争だった。隣国で起きたこの戦争は日本にとって思わぬ形で経済の追い風となる。アメリカ軍は朝鮮半島に近い日本を物資の補給基地として利用した。トラック、医療、食料、大量の軍需物資の注文が日本の工場に殺到した。いわゆる朝鮮特需と呼ばれるこの好景気で日本の産業は息を吹き返した。それまで生産設備を持て余していた工場に次々と仕事が舞い込んだ。町には活気が戻り始めた。当時の日本の輸出額を上回るほどの特需が発生した年もあった。経済成長率は戦後初めて大きく跳ね上がっていく。結論から言えば、日本の奇跡の復興には2つの要因が重なっていた。GA19 による改革という内側からの土台作り。
そして朝鮮と九州という外側からの追い風だ。この2つがほぼ同じ時期に重なったことで実現したものだった。財閥解体と農地改革によってより多くの国民が経済活動に参加できる土台が整った。そこに朝鮮と九州という巨大な需要が一気に流れ込んだ。この2つが揃わなければ復興はもっと緩やかなものにとどまっていただろう。今日のまとめをしておこう。GA19 による財閥解体と農地改革は一部の特権層に偏っていた富の構造を崩した。より多くの国民が経済活動に参加できる土台を作った。新しい憲法は国民主権と基本的人権を掲げた。戦後日本の民主化を進める柱となった。そして朝鮮と九州という思いがけない追い風が重なった。その土台の上に一気に経済成長が花開くことになった。もし GA19 の改革がなかったら、あるいは朝鮮と九州がなかったら、今の日本はどんな姿になっていたと思うだろうか。GA19 による占領統治と朝鮮と九州という追い風、焼け野原に再び国を立て直す土台が静かに整えられていった。そしてこの土台の上に日本はやがて世界が驚く高度経済成長を実現させることになる。1960年、一人の総理大臣がこんな公約を掲げた。今後10年で国民の所得を2倍にする。当時、この発言を本気にする者はほとんどいなかった。政治家がよく言う大げさな数字合わせだろう。そう笑う声さえあったという。だが結果は全く逆だった。日本はこの目標を当初の想定よりもずっと早く達成してしまう。なぜこの体現相互にしか聞こえなかった公約は現実になったのか。その裏側に迫っていく。その状況を大きく動かすことになる一人の政治家がいた。今日はこの男を軸に日本が駆け上がった20年を見ていこう。その公約を掲げたのが大蔵官僚として長く経済畑を歩んできた池田勇人という男だった。旧制中学から東京帝国大学現東京大学へ進み、大蔵省に入省したいわゆるエリート官僚だった。戦後大蔵大臣として何度も経済政策を担当してきた人物だ。だが政治家としての評判は必ずしも良いものばかりではなかった。過去には失言によって大臣を辞任に追い込まれたこともある。貧乏人は麦を食えという発言が国会で大きな批判を浴びたこともあった。それでも池田は数字を読む力と経済政策への強いこだわりを持ち続けていた。1960年、その池田が内閣総理大臣に就任する。前任の岸信介が安保闘争という政治的な混乱の中で退陣した直後のことだった。日米安全保障条約の改定をめぐり、国会周辺は連日デモ隊で埋め尽くされていた。国民の間には政治への不信感が根強く残っていた。池田はその空気を変える必要に迫られていた。池田が選んだのは政治対立から距離を置き、経済に焦点を絞るという戦略だった。所得倍増計画、これが池田の看板政策になる。背景には経済学者下村治のブレーンとしての助言があったとされる。道路や港湾といったインフラへの投資を拡大した。減税によって国民の消費を後押しした。さらに企業の設備投資を促す政策を次々と打ち出していった。政府が温度を取り、民間の力を最大限に引き出す。そういう組み合わせだった。当初の目標は10年で所得を2倍にするというものだった。これは年平均 7.2% という当時としては大胆すぎる成長率の想定だった。だが日本経済はこの想定を大きく上回るペースで成長を続けていく。実際には目標のおよそ半分の期間でこの目標を達成することになる。
工場では次々と新しい機械が導入され、生産性が飛躍的に向上していった。都市部には人口が集中し、サラリーマンという新しい生き方が広がっていった。三種の神器と呼ばれたテレビ、洗濯機、冷蔵庫が各家庭に普及していく。この成長を国民が肌で実感する出来事が1964年に重なって訪れる。1964年10月、東京オリンピックが開幕した。アジア初となる大会に世界中の注目が集まった。戦争で焼け野原になった国がわずか19年でオリンピックを開催する。この事実そのものが世界に向けた復興の証明でもあった。同じ年、東海道新幹線も開業していた。東京と大阪をわずか4時間で結ぶ、当時としては夢のような速さだった。夢の超特急と呼ばれ、多くの国民がその開業を熱狂的に歓迎した。首都高速道路もこの大会に合わせて急ピッチで整備が進められた。工事の音が街中に響き、東京全体が一つの巨大な建設現場のようだった。焼け野原だった東京の風景は10年余りで全く別の街へと変わっていた。この光景を見た国民の多くが、日本は本当に変わったのだと実感したという。所得倍増計画という数字の話が初めて目に見える形になった瞬間だった。だが、この急成長には大きな代償も伴っていた。工場の煙突から吐き出される煙が空を覆うようになっていった。工場排水によって川や海の環境も汚染されていった。水俣病、新潟水俣病、四日市喘息、痛い病、いわゆる四大公害病と呼ばれる健康被害が各地で深刻化していく。被害を訴える住民の声は当初なかなか国や企業に届かなかった。経済成長を最優先にしてきたことの歪みが人々の暮らしと健康を蝕んでいた。裁判を通じて責任を追及する動きも各地で起こり、長い年月をかけて争われることになる。所得は2倍になったが、失ったものも大きかった。そう振り返る国民も少なくなかったという。結論から言おう。所得倍増計画が成功したのは、池田勇人という一人の政治家の手腕だけによるものではなかった。政府による大胆なインフラ投資と減税、そして民間企業の設備と押し意欲。この2つが噛み合ったことで、経済成長は自ら回転を続ける力を持ち始めた。その背景には、下村治という一人のエコノミストの理論があった。日本経済はまだ歴史的な成長期にあるという当時としては大胆すぎる分析だった。多くの専門家がこれを楽観的すぎると批判したが、結果は下村の分析を上回るものになった。そこに東京オリンピックと新幹線という国民の目に見える成功体験が重なった。日本は成長できるという確信が社会全体に広がっていった。その一方で、公害という形で吹き出した歪みは、成長を急ぎすぎたことの代償でもあった。光と影、その両方があってこそ、この20年は奇跡と呼ばれることになったのだろう。あなたは、この成長の速さは幸運だったと思うだろうか。それとも、無理を重ねた結果だと思うだろうか。世界第2位の経済大国という、かつて誰も想像しなかった栄光。だがその繁栄の延長線上に、日本はもう一つの穴を静かに仕掛けられていた。バブル経済、そしてその崩壊だ。1992年2月、国会での予算委員会。自民党の実力者が声を荒げていた。日銀総裁の首を切ってでも金利を下げさせろ。公然と中央銀行のトップの身体に踏み込む異例の発言だった。矛先が向けられていたのは一人の日銀総裁だった。株価は暴落を続け、不動産の価格も底が見えない。
町には倒産や失業への不安が広がり始めていた。だがこの男はわずか2年前まで全く違う扱いを受けていた人物だった。よくやった、これでバブルが収まる。国民の多くが拍手を送っていた張本人だったのだ。一体このわずか2年の間に何があったのか。称賛から批判へ評価が真っ二つに割れた男の物語を今日は追っていく。この熱狂の真っ只中に一人の男が日本銀行のトップに就くことになる。その男の名は三重野康。大分県の出身で東京大学法学部を卒業した後、日本銀行に入行した。早くから将来の総裁候補と目され、日銀のプリンスと呼ばれていた人物だ。1965年、経営危機に陥った山一証券を企画課長として救済へと導いた。理事、副総裁を歴任し、金融の現場を知り尽くした男でもあった。1989年12月、三重野は第16代日本銀行総裁に就任する。その就任のタイミングは、後の運命を大きく左右することになる。三重野が就任したまさにその年の暮れ、1989年12月29日、日経平均株価は38,915円という史上最高値をつけていた。次は4万円、いずれは5万円も見えてくる。市場にはそんな楽観論すら渦巻いていた。一方で、都心の住宅価格は1億円を超えるのが当たり前になっていた。普通のサラリーマンにはお早マイホームは手の届かない夢になっていた。資産を持つ者と持たざる者の格差が社会の分断を生み始めていた。三重野は就任直後からこの熱狂に急ブレーキをかける。日本銀行が民間の銀行にお金を貸す際の基準となる金利を公定部合という。この公定部合を就任からわずか1年足らずのうちに3度にわたって引き上げていったのだ。1990年8月には公定部合は 6% にまで達していた。江戸時代の名奉行になぞらえ、その強硬な姿勢は平成の鬼兵と呼ばれるようになる。投機に走る市場を力ずくで冷やしにかかる、そんな評判だった。資産バブルに苦しめられてきた庶民の多くはこの決断に拍手を送った。三重の乗り上げと歩調を合わせるように大蔵省も動いた。1990年3月、大蔵省は不動産融資の総量規制という行政指導を金融機関に通達する。不動産業向けの融資の伸びを貸し出し全体の伸び以下に抑えるという踏み込んだ内容だった。資金の蛇口を行政と中央銀行が同時に締め上げた形になる。効果は劇的だった。株価はわずか9ヶ月後の1990年10月には2万円を割り込んでいた。史上最高値からほぼ半分の水準にまで値を落としていたのだ。地価の上昇もピタリと止まり、そのまま下落へと転じていく。不動産会社の中には土地を投げ売りするところも相次いだ。土地や建物を担保に融資を言っていた銀行は、その担保価値が融資額を下回るという事態に直面する。不良債権と呼ばれる回収の見込めない貸し出しが金融機関の中に積み上がっていった。かつて絶対に下がらないと信じられていた土地神話はあっけなく崩れ去った。だが日本銀行はすぐには金融緩和に転じなかった。バブル退治を最優先する姿勢を崩さず、高い金利水準を維持し続けたのだ。その間にも景気の落ち込みは深刻さを増していく。倒産が相次ぎ、失業への不安が社会に広がっていった。1992年、ついに政治の側からも日本銀行への批判が噴き出す。自民党の実力者が国会周辺でこう口にするまでになっていた。日銀総裁の首を切ってでも金利を下げさせろ。これが冒頭で見たあの光景だった。1991年7月になって
日本銀行はようや繰り下げに転じる。だが一度回り始めた資産価格下落の歯車は簡単には止まらなかった。平成の鬼平ともてはやされた男はいつしか違う呼び名で語られるようになっていた。日本経済を壊した戦犯。当時出版されたある書籍にはこんな刺激的な問いがそのままタイトルに使われている。三重野泰日銀総裁は日本経済を滅ぼしたのか。1994年12月、三重野は激動の5年間を終え、総裁の座を退いた。結論から言おう。三重野の判断は正しくもあり、間違ってもいた。当期には北津市場に急ブレーキをかけたこと自体は必要な決断だったという見方は根強い。行き過ぎた資産バブルをそのまま放置するわけにはいかなかったからだ。問題はその後だった。株価と地価が急落し、経済が悲鳴を上げ始めてからも、日本銀行は高い金利水準を維持し続けた。金融を緩めるタイミングが後手に回ったのだ。このブレーキの踏みすぎが不良債権問題を深刻化させたという指摘は今も根強い。大都市の商業地の地価はその後2005年まで実に15年にわたって下落を続けた。ピーク時と比べおよそ9割近くまで値を落とした調査結果もある。その後日本を襲う失われた10年、そして20年30年という長期停滞。その入り口を開いてしまったという見方だ。もっとも一人の総裁の決断だけで全てを説明することはできない。大蔵省の総量規制、金融機関の過剰な貸し出し体質、そして崩れるまで誰も疑わなかった社会全体の楽観的な空気、これらが複雑に絡み合った結果でもあった。1989年12月29日につけた日経平均の史上最高値は、その後30年以上一度も更新されることはなかった。失われた30年という言葉が指す通りの長く重い年月だった。あなたは三重野泰を英雄と呼ぶだろうか。それとも戦犯と呼ぶだろうか。あるいはその両方なのだろうか。改めてこの6本の動画を貫く1本の道を振り返っておこう。満州の一発の爆薬から始まった暴走は世界を敵に回す戦争を招き、日本を焼け野原に変えた。だがその焼け野原から日本はわずかに10年足らずで世界第2位の経済大国へと駆け上がる。そしてその繁栄も絶頂から静かに崩れ落ちていった。転落と再生、そして再びを転落。この振れ幅の大きさこそが昭和という時代の本当の姿だったのかもしれない。あなたはこの60年をどう見るだろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。次回は時代を遡り戦国の世へ。2026年放送の NHK 大河ドラマ豊臣兄弟でも描かれたあの時代だ。劣勢だったはずの秀吉がなぜたった一夜で戦局を逆転できたのか。静ヶ岳の戦いに迫っていく。歴史の見方が少し変わったなら嬉しいです。次回もぜひ見に来てください。